全部ニホンミツバチの蜜ですね。でガチャッと開けます。ゴリゴリゴリっと感じ。そうするとうまい。はい、こんにちは、フヨダスです。皆さんはめんどくさくて省略したいことがありますか？家事や掃除、通勤通学、税金の申告、いろいろあると思います。面倒なことを省略したいというのは人間の本能です。というわけで今回はニホンミツバチ用フローハイブを使って蜂蜜を取る作業を省略します。今日はこのハチモンのフローハイブっていうのは蜂蜜を簡単に取れるキットなんですけど、蜂蜜を取る作業をやることが多いです。西洋ミツバチなら巣を取り出して蓋切ったり遠心分離機にかけて蜂蜜を取り出す作業が必要です。ニホンミツバチでも巣を切断して絞ったりするなどちょっと大変な工程が多いです。大変な採蜜作業なんですが、フローハイブを使うとレバー回すだけで蜂蜜がジャーって取れたりします。すごいね。しかし外箱用意したり巣箱にセットするタイミングとかありますし、簡単でない部分もあります。生き物が相手なので 100% うまくいくわけではないです。結構高価なので大量飼育する人には不向きな面もあります。でも成功するといい気分になれます。ミツバチにも負担が少ない採蜜方法だと感じます。Amazon で買った中国製のフローハイブ、もともとオーストラリアで発売されて結構高いんですけど安く売ってたんで Amazon でこれを買いましたと。でこれニホンミツバチ用のフローハイブで側は2年前に作った。外箱を作るのが大変です。完成しました。フローハイブの外箱です。全然試してなかったんでこれを試してみます。そのまま入れると定着しないんでこの面に蜜蝋を塗ります。じゃあ行くぞ。巣箱にセットする前に蜜蝋を塗ります。蜜蝋の匂いがついてるとミツバチは定着しやすいです。蜜蝋は65度とかそこら辺で溶けます。こういう風に直火でやると過剰な温度によって焦げます。でも面倒なのでそのまま火にかけてます。大丈夫でしょう。どんだけ塗ればいいのかわからないのではちゃめちゃに塗っていきます。結構量がいるのででかい蜜蝋があると安心かもしれません。蜜蝋がない時はヤフオクとかに売ってると思います。参考にさせてもらったニホンミツバチ用フローハイブのめちゃくちゃいい本はこれです。季節によって蜂蜜がどう溜まっていくかなどすごくわかりやすく書いてあります。つまり情報は大事だってこと。 Amazon で売ってます。蜜蝋を塗り終わったら箱に4枠セットします。価格ですが正規品は1セット4万円ぐらい、パチモンは約1万円でとんでもない価格差ですね。私は安きに流れてしまいました。ここにフローハイブを足しますと。異常な元気な巣にセットアップしていきます。セットアップはなるべく元気な群にします。天井を開いてさっきの箱を乗せます。なんか蓋が硬いです。元気すぎて天井スペースに巣を作ってるらしい。もっと天井スペースを狭く作ればよかったなと。優しく風でぶっ飛ばします。充電式ブロア最高です。ミツバチを傷つけず追い払うことができます。ぶっ飛ぶミツバチは可愛いですね。天井部分を切り離していきます。スクレーパー使えるな。個人的な感想ですが巣を切るときはスクレーパーとパン切り包丁が使いやすい気がします。ワイヤー使うの下手なのでいつもこれです。フローハイブのセットのコツなんですけど、春に冬越えしたミツバチに乗せるといいと思います。冬越えしてない入居したばかりのミツバチ箱に乗せても凍居したりすることが多いみたいです。ただ 100% 蜜がたまるわけじゃないので運が大事です。蜜をためないやる気ない群とか病気、農薬問題、気候、蜜源植物の有無、いろんなことが起きて蜂蜜が少ないことが多々あります。上部を切り離しました。切り取ったらフローハイブフレームの入った箱を上に乗っけます。でこれに乗せると、そうするとミツバチが上によじよじ登ってきて仕事
くれるはずです。蓋を乗せてセットアップ作業は終わりです。これ作業してるときは中華のパチモンなので正直全然期待してないです。もぎってしまった蜂蜜をミツバチに返します。入り口の近くに置いておくと食べてくれます。でいつもは閉まってるんですけど、開けてゴッてやると中が見えますと、これで多分蜂蜜が待ってるか分かるんですけど、セットしてまだ10分ぐらいなんで何も変わってないですね。どのくらいで蜜がたまるのか全く分からなかったです。結論から言うと半年かかりました。今日雨なんですけど見てみます。フローハイブの3日目かな。おー、いる。あ、ちょっとここ白くなってるの分かるかな。ここローで埋めてますね。結構フローハイブ隙間が空いてるんですが、ミツバチが自ら隙間を埋めてくれます。えらい。すごいミツバチの匂いする。まだ蜜は全然溜まってないんですけど、ちょっとローで埋めてるかなって気もする。まだまだですね。全然いないですね、中国製フローハイブ。撮影時は気づかなかったんですが、フローハイブと巣が固着されてます。これはいい傾向ですね。パチモンフローハイブだけだと不安なので、本物フローハイブもあるので使ってみます。こっちのミツバチは数は少ないんですが、なんか元気なくんです。さっきと同じ要領でミツバチの巣箱の一番上を外します。それからまた同じようにフローハイブが入った箱を乗せます。一回やってたんで慣れて早くできました。結論から言うとこっちの群は蜂蜜がたまりませんでした。ただこっちの外箱は観察しやすく見てて楽しかったです。こいつ2ヶ月後本物フローハイブを見に来ました。お結構溜まっとるね。透明で見えづらいんですけど蜜が溜まってますね。わかる？今日雨なんで結構数が多いな。中にいる。なかなかいいんじゃないか。もう満帆になり始めましたね。ここがあったからちょっと蜂蜜の溜まりがスピードが落ちたんですけど、だいぶ勢い取り戻してますね。蜂蜜が溜まってるんだよね。半分くらい蓋が消されてるところもありますね。蜂蜜でいっぱいになるとミツバチがオッケーオッケーって言って蓋するんですよね。すごいね。蜂蜜が4枠満タンになったら取ろうとしたんですが、この後農薬の影響だったり気温が暑かったりか知らんけど貯蜜は減っていきました。はい、こんにちは、フガダスです。見える？これ今日はニホンミツバチの巣があるんですけど、ここから蜂蜜をゲットします。重箱式巣箱なんですけど、実はこの巣箱一番上にフローハイブをつけていて、これ昨日俺が台つけてやつ。ここがねパカッと開くようになってるんですよ。私は別の群が暑さとスムシにやられて巣落ちしてしょんぼりしてたんですが、このパチモンフローハイブ群が急激に強くなって嬉しかったです。こんな感じの箱。じゃあまあとりあえず見てよ。ここ開けるとやば。本当はこのスペースにミツバチが入らないように隙間をきっちりするんですけど、まあいいや。この真っ黄色のところ全部ニホンミツバチの蜜ですね。超溜まってる。じゃあここから蜂蜜をどうやって取るかなんですけど、取り方は蜜だれスイッチをレバーを使ってオンにします。そうすると蜂蜜が下のこのドレーンのところに降りてきて蜜がこぼれてくるという、そういう仕組みですね。こういうでっかい瓶を下に取り外し可能な板ビス2本やって、ここにこういう形の金属つけてグッてやってくっつけ、黄色く続きました。こうやって簡単につけられるようにしてます。こんな感じ。使うのはこういう付属の棒、フローハイブ買うと多分ついてきます。であとこれは蓋とか外す用のフライヤー
今日は1個だけ外す。これ細長いやついます。これもフロー5に付属してたやつですね。ここを外します。そしたらこれを下から上に、下の部分に入れて開けると水が出てきます。ここにスイッチが下と上に差し込むスペースがあるんですけど、開けるときは下に入れる、逆に閉めるときは上に入れるんですけど、これでガチャッと開けます。ゴリゴリゴリっと感じ。そうすると水がドバドバ垂れてくると。そうすると蜂蜜がやばい、いい感じに垂れてきます。結構多いな。すごいな、これ大瓶1個丸々入るぐらいですね。すごいな。全然我慢しないで食べれちゃうからいいかも。中国産の安い Amazon の買ったやつなんですけど、ちゃんと機能してますね。デカ瓶1個とちび瓶1個って感じ。すごいな量。5分くらいで満タンになりました。中瓶かっこ 470ml に切り替えます。ミツバチってなんかね、偏るんですよね、元気さっていうか。近くにこのエリアに4軍いるんですけど、いつも大抵ね1つの軍がめっちゃ強くなって、そんな蜜取らないみたいな、いう偏りがいつも起きちょっとこぼしちゃった蜂蜜はミツバチに返します。フロー5で採蜜しても全然ミツバチは起こりません。舐めてますね。家賃の徴収完了ですね。はい、取った900瓶満杯。あとこんぐらいの量ですね。フロー51枠でこれくらい取れました。4枠あるのでこれの4倍取れます。結構チャポチャポですね。まだ暑いから糖度が低いんだよね。ミツバチ結構糖度低めで貯蜜するんで寝かした方がいいかも。糖度低いと発酵してさらに蜂蜜美味しくなるんですが、瓶などの密閉容器に入れると吹き出してきて危ないです。採蜜から2日経った後なんですけど、ちょっと様子見に来ました。開けてみます。お、ちょっと溜まってる気がする。もう溜め始めてますね。もう修復したんか。すごい速さだ。黄色い部分見えますか。すぐ蜜溜め始めてるんですよね。2日でこれなんで1週間ぐらいだったらもう溜まっちゃうんじゃないかな。これ1週間経ったんですけど、もう半分以上溜まってますね。この左の部分、これ1週間前に取ったんですけど、もう蜜が半分以上倍になってます。相当回復が早い。これね、巣を壊してないからね、貯めるのが次楽なんですよね。そこがフロー5のすごいところ。蜂蜜を作るより巣を作る方がエネルギー何倍も使うんで、巣を壊さないことでかなりミツバチの負担を軽減してあげてる気がする。先に飛ばしちゃった。
ホワイトバランスはい、取ってきました。すごい重量。ちょっと食べてみますか。やっぱね、糖度が低いんかな。ちょっと測ってみようか。ちょっと糖度計で測ってみます。糖度計でじゃあパチッとパチッとパチッと。糖度計見える？これ何度？みんな読み上げて。76度ぐらい76度ぐらいですね。78度以上だと蜂蜜発酵しないんですけど、76度じゃ時間が経つにつれてどんどん発酵していきますね。まあいっか、これでも美味しいです。じゃあどうやって作ろう。じゃあいただきます。こんな食べ方しないだろ。ほんまなんだろうな、この味は。ちょっと絵面が汚いね。普通にうまい。何の味だこれ。普通に言ってる市販の蜂蜜とはちょっと違う感じがしますね。さらっとした甘みです。みんなも定年退職したらミツバチ飼ってみてください。退職しなくても大丈夫かも。不思議な甘みですね。それじゃあご視聴ありがとうございました。バイバイ。はい、じゃあ今回は中華製パチモンフローハイブを使ったら意外と使えて大満足という内容でした。これでかなり細密作業が楽になります。それじゃあさようなら。